RC 統合。こんにちは。こんにちは。チャン林です。イパオです。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうぞです。2年ぶりでございます。今回ね2年ぶりに来ていただいて、まあ先々週かな RCDC が終わって、で5位でしたっけ？そうです。総合5位です。すごいですよね。プライベーターで5位ですよ。たまたまです。走りとかもマジでキレキレでしたからね。たまたまです。イパオさんのね全日本RCDC2023 で5位に入ったマシン、はい、プライベーターですよ、はい、の方をこれからちょっと見せていただきたいと思いますんで、師匠よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあイパオさんねマシンの方見せてください、はい、よろしくお願いします。いきます。はい、こちらですね、はい、ボディはいつも僕の、代名詞ですよね、はい、代名詞の180、昔から、ね、180に乗って、やられてるということでね。これはレイブ D のボディです。ボディかっこいいよね。はい。僕もこれ今使ってます。はい。イパオさんに憧れて180買っちゃいましたよ僕。はい、じゃじゃんと。これ多分みんな興味あるんじゃないかな。プライベーターでここまで戦える人っていないから正直な話。はい、ありがとうございます。本当にね神がかってると思ったもんね。でもフロントとかってどんな感じでやってますか？キャンバーが、今回9度、とキャスターが、8度。8度。それはもう最初から決め打ちの感じで。そうです。まああとそのタイヤを履いてみて、そのかかるところかからないところ、コントロールできるところっていうのをこうずっと探っていった形なんですけど、でも割とこれ SD の方取説の初期値に近いです。取説の数値で結構走ってくれるフロントだったので、この車結構すごいです。ナックルは樹脂のナックルがついてたんですけど、別にそれでも問題はちょっとなかったんですけど、やっぱりちょっと合成感と、あとどうしても少しやっぱり転がりとかそのあたりを考えて、あと調整幅ですね、キングピンアングルだったり。なるほど。キングピンアングルどのぐらいで？1ミリ入ってるのでちょっとついてます。ちょっとついてますか。でロアアームもねこれレイブリーのロアアームに変えてあるんですよね。はい、になってます。あと特に気を使ったところってありますか？フロント。あとはもうやっぱりアッカーマンをどれだけ旋回させるかというところだったので、もう正直、外切れするぐらいのイメージです。まあ1セク振り返して、2セク3セクなの大回りをしてくるところ、あそこをもうどれだけ握った状態でも横に行ってくれるかっていうのをちょっとイメージしてきたので、なるほど。もうだいぶ外側が切れるような感じです。本当だね。もう本当に正直外切れぐらいだと思います。外切れぐらいですよね。まあそこってことはもう握ってからどうにもならんもんね。そうですね。オイルの番手って？オイルは前後とも横もの50番。スキッドとか入れてます？スキッドは後ろは入ってます。どういう感じですか？2ミリ。2ミリ。リア後ろ2ミリ上げってことですよね。2ミリ上げですね。なるほど。これはもう僕どの車でももうこの仕様です。トーインとかキャンバーとかって？トーも約2度。でキャンバーが今回、タイヤに合わせて大体2度から2度半ぐらいで合わせて、2度ぐらいです、ね。なるほど。トーイン2度ついてる人って僕今回いろんなマシン見せてもらったんですけど、もう初めて、みんな1度か0とかってその辺だったんですけどね、なんか理由あるんですかね？これは僕はこっちの方が旋回が速く走れるんですよ。なんかトーを入れると、縦が速いみたいなイメージを結構持ってあるイメージでトーを使われる方多いと思うんですけど、僕はもうあくまでもトーは旋回させるためにトーを入れてます。あんまりなんかついてると引っかかるイメージが強いんですけど、それを引っかからせないようにうまくフロントのこういうアッカーと組み合わせて、後ろは押し出すけどアッカーで横に出すってイメージで握っていきたかったので、すごく握っていきたかったです。あとそのリアデフって今回どうしてました？デフはこれはです。LSD です。キュリオシティさんの CLSD。はいはいはい。あれどんな仕様でやりました？8バネ？8ピニのハードですね。これ使った理由とかはやっぱりその踏めばロックしますし、抜いたらロックを緩めれるので、そこがものすごく使いやすいです。ね、これ気づいたんですけどリアアンプじゃないんだね。リアアンプはしないです。僕はもうどうしてもここより後ろに重量物がいくと振られてしまうので、重量物はできるだけサスタワーより前
に置くっていう。なるほど。イパオさんのその走りのイメージだとやっぱりバキバキって振っていくんで、やっぱりこういう理由があるんだね。そうですね。後ろにあるとどうしても後ろが振られちゃうので、今ってその前に出すトラクションってすごく部品がいろいろありますし、セットアップのノウハウって増えてるので、リアアンプにしなくても前に出せるノウハウは昔に比べると多いので、それだったらもうあえてもう動きのために集中させてるイメージです。ギア比はどのぐらいでやりました今回？ギア比は今回7ですか。はい。74の27。じゃあ結構回してた？いや、回転自体はそこまで10万いってなかったと思う。下げてきたので、よく今握ったら結構ドンといくスタイルがあるんですけど、あれだと壁からどうしても離れちゃうので、壁をずっと添えるギリギリのギア比とパワー感みたいな感じでした。ちょっとね、そのアッカーマンとそのトーインとかのバランスとかね、すごいなと思いましたね。あとはリアのサスマウントってこれ4番ってことは結構狭いやつだよね。3番4番です。3番4番、でアームの長さは51ミリ。51、長いね。みんな40いくつしか使ってない。今短いのがすごく流行って、もちろん僕も短いのもどんどんテストしてます、使ってたんですけど、今回やっぱりあれだけ大きい R をアクセルで回し込んでこようと思った時に、短いアームだとどうしてもこの帰りが、もちろん帰りが速いっていうのがアームのメリットだと思うんですけど、それよりかはずっとこうもう押さえつけておきたかったので、もう長い状態にして押さえつけておこうという。多分ちょっと時代と今のトレンドとは少し逆行してると思うんですけど、今回いろんなマシン撮影させてもらったんですけど、こういうイパオさんみたいな感じなのは初めてかな。あとはじゃあメカ類かな。これが RPX2 です。RPX2 で、これね、この2個ついてるんですけれども、アキュバンスのパルスマスター、新しく出たやつだよね。でこれを2個つけてるっていうことで、社長も2個つけると効果的だって。これ確かに最初1個つけてよかった。で2個つけたらいいよって話を聞いたのでつけてみようと思って、つけたらよかったなっていうところで、変わりました。変わりました。でも1個つけるのとないのからすると、2個つけたからの差はそこまで僕は。なるほどなるほど。ないよりは絶対あった方がいい。っていうかね。で2個つけるとなお良いみたいな。回転の落ち側のフィーリングはものすごく変わります。僕の感じだと落ちがすごくなんていうんですかね、マイルドっていうのかな。すごくこう指についてくる落ち方をしてくれる感じになりました。粗く落ちてたのが柔らかく降りてくれるイメージです。僕の体感はそんな感じで、モーターがレーブ D のアブソルート1の 13.5、ジャイロが550。今年からなんですよ、僕蓋を使ったのが。今までずっと3話とか他のレーブさんのメカとかを使ってたんですけど、プロポもそうです。今年から2話？今年からそうです。ずっと前から持ってはいたんですけど、前3話だったっけ？3話でずっとやってたんですけど、今年の7月ぐらいから2話に変えて、でもちょっと550とこれで今やってます。サーボが CD700。サーボはでも車によってすごく変えてます。こういうフロントが軽い車には CD を使えますし、例えばちょっと今回持ってきてる GR 系でフロントがちょっと重たい車とかは CT の702。CT702。トルクが高い方なのかスピードが速い方なのかをその車のフロントの感じに合わせて分けてます。すげえ、そこまでやってんだ。いや師匠、たまたまですけどね。いやもう師匠、本当に貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんワークス勢の中で唯一プライベートがあそこまで結果を出したイパオさんなんで、来年もプライベーターでもう一つ上に行けるように頑張ります。来年はスーツ？来年はそうですね。来年スーツで来ないといけないですかね。その辺はお任せしますので。わかりました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。